Hi everyone, this is audap. Let's continue our game of Iwaihime on PC.正式名称は社会地域奉仕貢献部っていうの。略してシャチホコ部ってわけね。社会地域奉仕貢献部？シャチホコ部は地元での奉仕活動などを主体とした部活なの。清掃活動とか募金活動とか、気持ちもハッピーになってくるんだよ。まあ学校の奉仕活動よりは気楽だからね。あら、先日会いましたよね。あったあった。まああの時は声をかけてくれてありがとね。んで先生、まさか部員は俺たち込みで4人だけっすか？あと2人いるわよ。もちろんその2人も素敵な美少女なんだから。今にも潰れそうなくらいの少人数じゃないっすか。そもそもシャチホコ部なんて部活の部員募集見たことがないな。シャチホコ部は雛形先生のお眼鏡にかなった人しか入れないそうだから。そう、私のスカウトがないと入れないエリートクラブなんだから。まあタマユンのお気に入りだけを集めたわがまま部みたいなもんだよね。タマユン？雛形先生のフルネームが雛形まゆだから。雛形まゆでタマユンなんだか面白いあだ名だね。紹介するね。シャチホコ部の部長の見延かなえ先輩。おっす、おいら見延。部長とか呼ばないでね。なんかめんどくさい気持ちになるから。先輩だったのか。ちっちゃいから後輩かと思ってたぜ。おいらは発育不良児だからさ、背とかちっとも伸びないのよ。ま、先輩面するつもりなんか全然ないから、君たちも気楽にやってちょはい、見延先輩。って俺たち入部するってまだ決めたわけじゃないっすよ。シャチホコ部で奉仕活動とかしてたら、進学や就職の時に面接で有利になると思うわよ。それだけじゃない、地域への貢献は徳を積むことにもなるの。豊かな人間性や魂を育み、心も清らかになってとても素敵なんだから。自分はいいことしてるんだっていう気持ち、すっごくいいよね。ハートもハッピーになって、エブリバディスマイルになるよ。キコちゃんはシャチホコ部が気に入ってるみたいだね。まあ雛形先生と見延先輩の雰囲気がアットホームな感じで、そこが好きなの。 With so few of them, they were less of a club and more of a group of friends. No, a family. That cozy atmosphere probably suited Kiko and Minobe well. 体験入部からで全然 OK なの？今度の日曜日の奉仕活動にもよかったら参加してみない？良い行いをすると感じられるすがすがしい気持ち、体験してみる価値はあると思うけどな。俺日曜は熱いライバルたちとのデュエルがあるんすけど。僕は大丈夫なんで参加してみたいです。ススハラ参加するのかよ。親善武術を奉納する者は常日頃から良い行いを心がけなければいけないって言われてきたから。自主練では技を磨くことしかできないけど、シャチホコ部でなら心を磨くことができそうな気がするんだ。素晴らしいわ。そうそう、心を磨き徳を積むなら社会地域奉仕貢献部を除いて他にはないわ。
すずむくんだっけ？すずむも物好きだね。先輩だってこの部が気に入ってるから在籍してるんじゃないですか？まあオイラは学校の奉仕活動の空気が合わないのも大きいけどね。At Suzu High, volunteer work was mandatory for credits. More specifically, you had to participate in 10 volunteer activities that the school would arrange each year. Since so many participated, it didn't feel different from any other class. Minobe vastly preferred the coziness of the LCC to that rigid atmosphere. This club was centered around volunteer activities, so by joining it, you were exempt from the school's own. There were several clubs that gave exemptions, but they were all sports clubs aiming for tournaments. That meant the LCSC was the only non-sports club with that exemption. そう言われりゃ確かに悪くねえかもしれねえな。学校の奉仕活動はまるで捕虜収容所の強制労働みたいな気分になるからな。ひどい例えだな。そうそう、おっかない先生に見張られながらの強制労働。オイラもあの雰囲気大嫌いだよ。でもそんな先輩もシャチホコ部でなら楽しく奉仕活動ができるわけ。面倒くさがり屋の美濃部さんが幽霊部員にならずにこうして顔を出してくれるんだもの。先生嬉しいわ。シャチホコ部を気に入ってくれて本当に嬉しい。縁ってあるかもしれないね。あの日偶然に声をかけた人がシャチホコ部の先輩だったんだから。運命の出会いだったりしてね。でもオイラ運命の人はアラブの石油王ってもう決めてるからあしからず。美濃部先輩って面白い人でしょ。いつも面白い話をしてくれるんだよ。オイラは面白いつもりで言ってるんじゃないんだけどな。まああくまでも体験入部だしな。そうそう、グレートススハラ君は体験してみたいって言ってるんだもん。親友のアツタ君もこれは一緒に参加しないわけにはいかないでしょ。グレートススハラと奉仕活動、磨かれる魂、育まれる絆、やがて君はグレートアツタに生まれ変わる。不女子狂乱で君はモテモテ。モテモテって違うぜ。俺は己を磨くための修行にちょうどいいと思っただけだぜ。今度の日曜日の活動一緒に行ってみようよ。僕も夏くんが一緒ならきっと楽しいだろうって思うよ。仕方ねえ。奉仕活動とやらを通してススハラのグレートな側面を観察して修行させてもらうぜ。決まりね。じゃあこれから日曜日の活動について説明するわよ。スズムが同じ部活に入ってくれるなんてすっごい小さなだけどハッピーハッピー。僕もキコちゃんが一緒なら嬉しいよ。よろしくね。ところであと2人の美少女ってのは？あ、いや今日来てない部員ってのはどんなやつかなーって思っただけさ。それは僕も気になるな。日曜日に来るなら挨拶できるかな。さあどうかな。布川さんは忙しい人だし黒髪さんは気まぐれな人だし。黒髪さん？そう、うちのクラスの。Toe Kurukami, a mysterious girl who was completely ignored by the entire school. She never spoke to anyone, nor would she even look them in the eye. Today, she'd gone to class capriciously, only to leave on a whim and never come back, just like always. Even if the teachers noticed, they didn't say anything. And by this point, her classmates had nothing but bad rumors to spread about her. I admit I was curious about her,
once or twice. But then, Kiko warned me not to get close to her. If Kurukami wanted to make friends, but was being ignored by the others, then I'd want to help her. But she loved her solitude, and no one wanted to talk to her. In that case, neither of us had any reason to get mixed up with one another. However, whenever I heard her name, I felt a twinge of pain in my heart for some reason. But, just like the girl I talked to yesterday happened to be the president of the LCSC, fate seemed to work in mysterious ways. Kurokami happened to be in the LCSC as well. Surely destiny had played a hand in that. But she wasn't here today. Maybe that was God's way of saying we weren't ready to meet yet. If there were some sort of fate planning Kurokami and I, then we'd probably meet eventually. 黒髪さんのこと気になるの？うん。なぜか一目見た時から気になって。男子はああいう黒髪ロン毛のストレートが本当に大好きだよね。ズズムも好きなら私も髪型変えちゃおうかな。僕はキコちゃんの髪型大好きだよ。ありがとう。ヒュー、スズムはなかなかの女殺しだね。こりゃあとんでもない大型新人の登場だよ。では日曜日は8時半に集合ね。遅れないでよ。There wasn't a cloud in the sky on the Sunday. Almost like the weather itself was blessing my first foray into community service. We were standing in front of Susada Station. Though I'd gone to the station several times before, this was my first time coming for a reason other than traveling. おー、来た来た。やっぱ男子がいるとシャチホコ部も立派な感じになるね。おはようございます、先輩。こういうこと初めてなんでちょっと緊張してます。緊張なんかしないよ。ただだらーっとだるいだけ。でも募金活動なんて俺やったことないぜ。黒髪さんは欠席かな。布川さんは仕事で忙しいと連絡がありました。仕事で忙しい。ススコってバイト禁止じゃなかったっけ？リリアはご多忙な人だから、まあそのうちラッキーだったら会えるよ。はい、ではまずは駅長さんに挨拶に行くわよ。Today, we were holding a fundraiser in front of Susada Station. We introduced ourselves to the station master, then took the collection boxes, billboards, and banners out of the storeroom. シャチホコ部も人数が増えましたので、今日は二手に分かれて活動するわよ。普段は私と先輩の2人くらいしかいないからね。人数が多いのはいいことだよ。では南口と北口の二手に分かれて募金をしましょう。二手に分かれるなら募金額で勝負してよな。すさら俺たちのグレートな稼ぎでビビらせてやろうぜ。あー、タマスズムこっち来て。そうそう。でキコッチーはそっち行って。そうそう。Kiki must have been her nickname for Kiko. How cute. As per Minobe's instructions, we were split into male-female pairs. I was with Minobe, while Natsu was with Kiko. やっぱり男女ペアの方が彩りがあっていいわよね。先輩、よろしくお願いします。まったり行こう。よーし、じゃあ敦太くん、私たちもファイトだよ。おう、やったるぜ。勝負だぜ、すさら。受けて立つよ。
お互い頑張ろんじゃ負けた方はジュース1本おごるとかどう？いいっすね。そうじゃなきゃ燃えてこねえぜ。でも南口と北口で勝負になるかな。ふんふん、チコチ、それはいいことに気づいたね。The south side of the station, where we were now, was by far the busier one. Whoever took this side would have a decisive advantage. つまり南口を制した方がデュエルを制するってわけだな。う。じゃんけんで決める？このじゃんけんに負けたらバッドバッドだね。募金勝負ってよりじゃんけん勝負も同然ってことかな。The winner would take the south entrance, while the loser would be stuck with the north entrance. It really was no better than a rock, paper, scissors competition over drinks. ふんふん、それじゃあ確かにちょいと面白くないね。いいよ、チコチーとナッチーは南口にしたらいい。おっしゃー、このデュエルもらったぜ。いいんですか先輩？いいっていいって。仮にもオイラは部長だからね。その程度のハンデがないと面白くないっしょ。さすがは部長ですね。懐が深いです。でも北口でも頑張ればきっと勝負になると思います。よくぞ言ったぜ。だがグレイトな男だからな。俺は侮らないぜ。ならお昼に南と北を交代にするとか。そんな気遣いいらないって。北口でも勝てちゃうってこと、オイラとスズムンで証明してみせるって。じゃあそれぞれ頑張りましょう。お天気がいいから熱中症に気をつけて。適宜持参の水筒で水分補給してね。生徒が熱中症、死亡、問われる責任、懲戒免職、そんなの嫌。じゃあ募金勝負開始。さあスズムン、行こう行こう。登り旗と看板持ってくれる？まったく私たちも頑張ろう。おうセサラ、やってやろうぜ。でもって私たちの奉仕活動が新聞の取材を受けちゃったりして。素晴らしきシャチ運ぶ顧問は美人教師、テレビなんかに出ちゃったりして。いやー、着ていく服がないわ。Miss Hinagata wriggled around with an embarrassed look on her face. Minobe and Kiko were making their way to the positions as though they'd been through this a million times before. Determined to do our best, Atsu and I parted ways, then met up with our respective teammates. じゃあ登り旗を組み立てようかね。わかる？こんな感じですか？うんうん、上出来上出来。A banner fluttered in the wind, reading, "Aid to children orphaned in car accidents." Essentially, we were helping children who'd lost their parents in car accidents. The money from this fundraiser would be used to financially support them. 今日まで健やかに過ごせたのは両親のおかげだし、それをよくかみしめて感謝しながら頑張りたいな。交通事故に限らずいろんな理由で親がいなくなる子供がいるよ。そのいずれも子供側からしたらちょっとした不運の問題。両親に感謝できるってこと自体、幸運にたくさん恵まれてたと自覚するべきだろうね。はい、先輩、その通りだと思います。At first glance, Minobe seemed a bit too carefree for her own good. But that was all on the surface, and she was in fact a good, considerate person. It was so generous of her to give Kiko and Natsu a chance, or such a huge advantage like that. Maybe we'd end up losing this competition.
but it would all be worth it just to see this side of Minobe. 何を勘違いしてんのスズム？え、何のことですか？この勝負ジュースをかけてんだよ。ペットボトルだったら160円もする大金勝負。9本入りスティックパンが100均で買えて、さらに60円も余る大金。スティックパンが9本あれば朝食とお昼が両方賄えちゃうんだよ。よくわかんないけど、すみません。オイラはね、勝ちを譲ったつもりもハンデを背負った気も全くないわけ。勝てると思ったからこの北口を選んだのだよ。この北口で勝てるですか？ The north entrance was a bit of a ghost town compared to the south. Sure, there were still people, but it wasn't nearly as busy. If fundraising was fishing, then we had cast our lines in a place with few fish, and that didn't seem wise. But Inoue was saying such matters were trivial. Right, this wasn't fishing. We were up against humans, and this was a fundraiser meant to appeal to their consciences. If we gave it everything we had, then we touch their hearts and get them to donate. ということですね。さすが先輩です。尊敬しました。よーし、となったら精一杯張り切って大きな声を出すぞ。But just as I was about to ask for donations, Minobe held her hand out. スズム、まあまあ、ここはオイラに任せて。今は伏せて待つとき、頃合いまでしばし待つのだよ。わかりました。If there was a trick to winning and she'd chosen the north entrance because of it, then what could it be? Whatever it was, I would just leave it to Minobe. うん。頃合いっていつまで待てばいいんですか？うん。焦るな若者よ。もうじきなのだ。もうじき。そういえば少し人が増えたような。そろそろサークル入場時間だからね。え、今なんて言いました？すすだ勤労会館へお越しのお客様、こちらの路地からまっすぐですよ。Minobe's shouts caught the attention of some young girls coming out of the north entrance. A group of 3 girls rolling suitcases along gave a small bow and thanked her. Moments later, several more young people dragged their suitcases and carts came out of the north entrance one after another. It didn't seem like they were Susuda residents. They all passed by and thanked Minobe for showing them the way. すすだ勤労会館へお越しの皆様、お釣りの準備は十分でしょうか？開幕ダッシュで万札を出す御仁が何人も連続したらすぐにお釣りが切れちゃいますよ。お釣りのトラブルで列が伸びちゃったりしたら準備会に目をつけられないとも限りません。楽しいサークル活動のためにもぜひお釣りをちゃんと用意しておきましょう。何の話ですか？いいからいいから、スズムは黙って見ておればいいのだ。この辺にコンビニってありますか？勤労会館に行く途中にはありませんよ。お買い物は駅構内の売店でどうぞ。でも両替目的のお買い物にはご注意を。そういうお客さんが多いんで渋い顔をされますよ。どうしよう。そういえば私お釣りの用意忘れてた。この辺り両替のできる場所ありませんか？日曜日だしね。すすだには全然そういうのはないですね。
ですがご安心を。こんなこともあろうかとサークル様専用のお釣りセットをご用意。ほんのちょっぴりの善意のご寄付をいただくだけで1000円札から500円玉100円玉までいろいろと取り揃えておりますよ。Minabe opened the bag on her shoulder, revealing multiple bank envelopes. They were neatly sorted into 1,000 yen bills, 500 yen coins, and 100 yen coins. じゃあ寄付しますんで両替お願いします。この人両替してくれるって。ああ、私もちょっとお願いしようかな。We had a crowd of young men and women lining up before I could even process what was happening. Everyone generously tossed us 100 yen coins. 10 yen coins were generally the standard for fundraisers, meaning that just one of them was worth 10 ordinary people. In other words, we might as well have had dozens of donators lining up. 先輩、両替商みたいですね。今日この人たちが来ることを知っていて、あらかじめ用意をしてたんですか？人数が増えたから二手に分かれて募金しようってなるのは読めていたのだ。熱血感のバトル好きなナッチーの性格もすでに計算済みさ。Natty was probably Natsu's nickname. Minabe sure had a knack for these. 北口と南口に分かれて勝負だといえば絶対に乗ってくると思ったのだよ。それで今日勤労会館で何かあることを調べて、その人たちが両替を望んでいることを事前に知って。ジュース代がかかっておる。おいらは160円のためならそのくらいは朝飯前なのだ。I didn't know whether to say she was well prepared or just plain stingy. I mean, considering she thought 160 yen was a lot of money. はーい、一般入場の皆さん、こんにちは。すすだ勤労会館への道はこちらですよ。ですが、両替のために1万円札でのお買い物はやめましょう。ご近所迷惑になりますよ。近所迷惑になれば会場がイベントに貸してくれなくなってしまいますよ。1万円札を出されたらサークルさんも大弱り。好きなサークルに迷惑をかけちゃうのです。皆さんの楽しいイベントを守るために徹夜や迷惑両替などはやめましょう。ああ、両替お願いします。募金しますから1000円札お願いします。何の行列？スタッフの人？無関係みたい。両替するなら募金してほしいんだって。募金無視して次のイベント落選したりとかしたら怖いから入れてこ。We were rounding up a massive crowd. I didn't feel like this was how a proper fundraiser was conducted, but it wasn't like we were tricking them or anything. Minabe just happened to bring along some change, and these people just happened to want it. They were actually donating out of the goodness of their hearts. Yeah, that was all. Apparently, she'd known ahead of time that there'd be some kind of event nearby where a lot of young people would show up. And since she knew there'd be lots of people going through the northern entrance today, she also knew they'd want change. 募金っていうのはただ立って呼びかけをすればいいだけだと思ってました。でもそれ以上に周到な準備がいるってことですね。勉強になりました。そりゃよかったね。あ、そっちの封筒から100円玉を5枚よろしくね。でもこんなに若い人たちが大勢来るようなどんなイベントがあるんでしょうね。艦砲射撃よーいドン。知らない？いえ。まあそのイベント目当てに今日大勢がこのスーパー北口さんにやってきてるわけよ。はあ、93式酸素魚雷満載で重いわ。よくわかんないけど今日はすっごく勉強になりました。
As noon approached, the crowds died down, and the north entrance went back to its normal peace and quiet. People sure are strange creatures. If they see a crowd, they join right in. Thanks to that large crowd of people going to that bombardment event, even people who weren't stopped by to donate. As a result, the now deserted north entrance had netted us enough donations to weigh down our collection boxes. All thanks to Minobe's scrupulous preparations. Though I was a bit surprised at just how much money she'd brought along for the exchanges. オイラは自分の全財産を常に持ち歩いているのだよ。いつ冒険が始まるかわからないからね。冒険はね、カレンダーに予定を記す旅行なんかとは違うのだよ。ある日突然、未知なる国へ冒険に行かなければならなくなるものなのさ。先輩っていろいろと用意周到なんですね。でも今日お釣りで多分何万円かは使いましたよね。先輩って結構お金持ちですね。お金持ち？オイラが？ Minobe cackled with surprise as if to say, "Don't be ridiculous." オイラは逆なの。超貧乏だから日頃からずっとお金を貯め続けてるわけ。いつ冒険が始まるかわからないからですね。そういうわけ。お金だけじゃないよ。ナイフもランプもカバンに詰め込んでるのだ。Minobe opened her bag, revealing various tools that you take camping and such. 先輩の冒険カバンなんですね。そう、オイラはこう見えて冒険のお姫様、不思議の国のエリスさんだからね。不思議の国のアリスじゃなくて？そうそう、オイラの名前カナエだから。だから絵を撮ってエリスさん。僕がスズムンだからてっきり先輩はミノベンかカナチーだとばかり。お姫様の名前は下々とは少々命名規則が違うのだよ。じゃあこれからはエリス先輩って呼びます。ああ、ダメダメ。それは向こうの世界での呼び名なの。その名で呼んだらスズムンも向こうの世界に呼び寄せられちゃうよ。向こうの世界って？胡蝶の夢って知ってる？自分が蝶の夢を見たのか、それとも蝶が自分という夢を見ているのかって話ですよね。そしてそれはどちらも正しいし確かめる術もない。ならばどちらが夢で現実かなどわざわざ考えることは馬鹿らしいというような話だったと思います。そうそう、どちらが夢かどちらが現実かなんて誰にもわかんないんだって。なら人は誰しも2つの現実で生きてるってことになるわけ。そうですね。夢と現実の区別がないならそれはどちらも現実ということになります。そういうこと。つまりここの現実ではオイラは美濃部かなえ3年生シャチホコ部の部長で、向こうの現実でのオイラはエリス、美濃部県王国のお姫様なの。美濃部県って？ It took me a second to get it. Arcane as in arcane, but with her name instead. She must have come up with the name of the fictional Arcane Minobe Kingdom based on that. Minobe really was funny. She was admirable and humorous and all in one. She regaled me with stories of her adventures in the kingdom of her dreams. From my point of view, she was telling me about things she'd imagined, but she saw it as a bona fide other world. So to her, these were adventures she'd really gone on. Those stories were based off Alice in Wonderland, and they were very creative, unique, and absurd. I could listen to them forever. まあオイラはお姫様だから王国を外敵から守らなきゃならない時もあるわけさ。それで最近は雪中の王様とかいうのがしつこくてね。
セチという国の王様ですか？ああ、ちょっと違う。セチュっていうチェスのイカれたみたいのがあるんだよ。そのセチというゲームに強い王様ってことですね。そうそう。で、セチュでオイラに勝負を挑んでくるわけ。オイラはそんなゲームには興味ないんだけどね。付き合わないと暴れるめんどくさいやつでさ。その上負けたら家族に加われとか冗談じゃないっつーの。まあ遊んでやれば機嫌を良くしていろいろとくれたりもするんだけどね。でも先輩の望まないゲームですよね。じゃあやっぱり悪いやつです。僕がその場にいたら帰ってくださいってきっぱりと言うのに。スズムンは優しいな。そうですか。嫌なことや悪いことには毅然と対応すべきだと言われてきたので。誰に？お父さんです。しつけには厳しい人なんで。そっか。厳しいけどきっといいお父さんなんだね。スズムンがこんなにいい子なんだから間違いないよ。僕はそのいい子を目指して修行中のまだ普通の子です。なるほどね。ナッチーが君のことをグレートって呼ぶのちょっとわかるわ。私の不思議の国の話をこんなに真面目に聞いてくれて、その上こんなに真剣に相槌を打ってくれたの君が初めてだよ。 Minobe smiled. Though she was always smiling, it was the first time I'd seen her smile like that. 仮に夢の話だとしても先輩の不思議の国の話はとても面白いです。夢日記って言うんでしたっけ？そんな感じで日々記してまとめたら面白い気がします。ああ、夢日記は縁起が悪いからとかなんとかで母にはダメって言われてたんだけどね。オイラにとっては夢じゃない、もう一つの現実なんだから。だからほら。 Minobe took out a well-used notebook out of her bag. The cover read, Elise's Adventures in Wonderland. どんなことが書いてあるんですか？見たいな。絶対に嫌だよ。恥ずかしい。 Minobe put the notebook back in her bag, but a bashful smile played on her lips. そのセチの王様とかいうやつ、見事に撃退できた話を聞くの楽しみにしてますね。そうだね。オイラもそれを期待してるよ。まあオイラは駒出し係で勝負はウサギさん次第なんだけどね。その駒出し係というのは何なんですか？先輩の話の中でセチュに関わる役みたいな感じで何度か出てきたんですけど。まあいろいろあるわけよ。口じゃうまく説明できない。Not like I could tell him. Ripping out your own body parts to create new pieces wasn't exactly something you wanted to talk about. エリス、大丈夫？よかった。腕も指も生えてきたよ。歯も目玉も生えてきた。まあオイラは無敵の不死身だからね。 It seems I'd lost consciousness from having my body ripped apart. Guess I shouldn't have been surprised. Anyone would faint after having something that messed up happen to them. おや、お目覚めですか？おはようモーニングですよ、エリス姫。
いい夢は見られましたでちゅか。こっちが夢だったらどんなにか良かったかね。 But this was also reality. That hellish pain, getting my fingers and arm torn off, all of it. It was then I noticed that rowdy audience of card soldiers had completely vanished. The only ones there were me, Mr. Rabbit, and the pimple-faced bastard himself, the Siege King. What happened to the Siege match? The audience was gone, so did that mean it was over? で、うさぎさん、勝負はどうなったわけ？頑張ったよ。僕はすごく頑張ったんだ。僕ちん大苦戦したんでちゅ。大ピンチの連続だったんでちゅよ。ああ、もういいわ。なんかおいらオチが分かったわ。 Several large pieces of various shapes were strewn across the siege board, but they were all black. Not even one of our red pieces was to be found. すっごく頑張ったけど全滅したわけね。ごめんよ。エリスが倒れてる間に絶対決着をつけようと思ったんだよ。おいらの指だの腕だの歯だの目玉だのを引っこ抜いて潰して、それで負け？ごめんよ。本当に頑張ったんだよ。信じてよ、エリス。というわけでエリス姫、僕ちんとの約束は守ってもらいますよ。約束ってなんだっけ？寝る前に必ず歯を磨くだっけ？この国がこいつのものになっちゃうんだよ。そしてお前さんは僕ちんの家族に加わるのでちゅ。僕ちんはシェチュでの約束はいつも守ってきましたでちゅよ。そうだね。オイラが勝った時にもちゃんと約束は守ったね。そうでちゅ。これまでいっぱい負けてお小遣いを上げてきましたでちゅよ。だから今度はエリス姫が約束を守る番なのでちゅよ。僕ちんの新しい家族に加わってみんなで幸せになるでちゅ。新しい家族をみんなも歓迎してくれるでちゅよ。Oh boy. I wanted to tell him my mom wasn't a family for me, but... 仕方ないな。はあ、He'd just get in a really bad mood and throw a fit if I said no anyway. Fine, but this is just for pretend, alright? Nothing more. 家族愛は何にも勝る愛情なのでちゅ。エリス姫にもそれが分かってもらえて僕ちんは本当に嬉しいでちゅ。へいへい。おっと家族でないやつがいるでちゅね。お前さんはもうあっちへ行けでちゅよ。耳はつかまないでよ。 The Siege King pulled on Mr. Rabbit's ears, then threw him off in the distance. Whoop! There he went, like a home run in baseball. さあさあ、これで今度こそ家族水入らずでちゅよ。でも新しい家族になる前には必要なイニシエーションがありまっちゅ。へいへい。家族ごっこはめんどくさいね。ではエリスは僕ちんたちの新しい家族に加わりまちゅって誓うのですよ。うげー。 I hate saying anything someone forced me to say,
Especially since I didn't want to stay. I'd be part of his pimply-faced bastard's family, even as a joke. But I'd lost, so I had to keep my end of the bargain. No. I couldn't sound embarrassed saying it. This scum was the kind of guy who'd get off on that. I had to say it plain and simple. エリスはセチの王様の新しい家族になります。 There, I said it. Happy now? But right before I could say that, the world went dark, as if someone had flipped a light switch. The sky's colors were wondrous, typical of a night in Wonderland. It wasn't black as crow feathers like it was in the other world. A dazzling silver moon shone in the heavens. Countless fairies danced rainbows across the sky. It would have been a magical sight, if I were the only one here, that is. どんな景色もあんたと一緒じゃ興ざめだね。When I turned around, I almost jumped when I saw his eyes and nose right in front of me. Alright, why don't we stop it there? This is audap. You've been watching Iwaihime on PC. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.